ひろゆきさんこんばんは。総裁選をやるそうです。個人的には今の自民党税調会長さんがいる限りあまり変わらないと思いますが、ひろゆきさんどう思いますか？税調会長さんがいるから変わらないのではなく、自民党は変わらないです。なので、仮に今の税調会長がいなくなったとしても変わりません。これがどういうことかっていうと、前にそのリハックで税調会長の人が出てきて話をしたんですけど、政治家というのは自分の支持している基盤に対してお金と仕事を配りたいんです。例えばじゃあ建設族の人だったら自分の地域に道路を引きたい。自分の地域にダムを作りたい。農業族だったら JA に補助金が欲しい。自民栄子さんだったらお医者さんたちに対しての補助金を増やしたいとかで、その分お医者さんたちから年間8000万円ぐらい現金もらってるんだけど、っていう感じで自分を支持してくれる団体にお金を配ったり、補助金を配ったり、もしくは法律的な優遇を得たいというのが各政治家あるんですよ。なので、基本的にはお金使いたい奴らの集まりなんですよ、自民党は。俺たちの票をくれた人にお金を配りたい。だから10億円欲しいです。私は20億円欲しいです。私は30億円欲しいです。っていうので、基本的には自民党はお金をどんどん使いたいんですよ。で、このお金を使いたいというのがあるので、それのバランスを自民党の税調で決めてるんだけど、じゃあ、お金配るのやめますって自民党税調会長が言い出したら、その自民党税調会長はクビになるだけです。要するに、自民党の政治家がお金を配りたい。だから、増税をして自分の支持者にお金を配りたいっていう人の集まりなんですよ。だから自民党の中で減税したいですって言ってる政治家、誰かいます？自民党の中の政治家で、自民党の政治家今400人ぐらいいるの？わかんないけど、400人のうち201人が減税したいですって言ったら減税に回るんですよ。でも自民党の政治家で何らかの支持を受けてる人ばっかりなわけじゃないですか。東洋経済とかでも自民党への献金リストとかなんだけど、トヨタとか日産とかホンダとか、あと富士通とか NEC も確か気にしてたと思うんだけど、経団連に所属している会社って大体自民党に献金してるんですよ。総額何十億円、何百億円ぐらいになると思うんだけど。っていうので、そうすると、そこが献金もらってるわけで、じゃあそこの企業が儲かるようなシステムにしたいわけじゃないですか。なので、そこで、じゃあ堅くなに減税をしないし、法人税も上げない。法人税を下げるっていうのをやると、企業は喜ぶ。で、法人税を上げると、企業は怒る。で、企業が怒ったら、献金してくれなくなるじゃん？なので、法人税を下げるはやりません。でも、税金使いたいです。だからダム作りたいです。お金配りたいですって言ってるわけじゃないですか。補助金使いたいです。であれば、一般市民から薄く広く集めた方がいいよね。なので、アベノミクスの時に安倍さんは消費税を増税しました。そこで使える額を増やしました。なので、日本の政府の政府予算って毎年ずーっと上がり続けてるんですよ。お金使いたいよねっていう政治家がいるから、じゃあその分使う予算が増えるんですよ。なので、政府予算は右肩上がりです。っていう今の話を聞いて、自民党政調会長が一人変わったぐらいで、仕組みが変わると思いますか？っていう話なんです。なので、財務省の問題だと言ってるのも僕は間違いだと思ってて、自分たちのその支持している人たちにお金を配りたい、補助金を上げたい、有利なことをしたいと思っている政治家が多数派である限り、減税にはならないので、財務省のせいだよねとか、税調会長のせいだよねって言ってる人は、むしろ本当の原因からミスリードされてるんですよね。なので、その本当の原因というのは、医療業界にお金を配りたいって言ってる自民栄子さんだったりとか、建設系の国会議員だったりとか、郵政族だったりとか、農業族の人たちで、あの人たちを政治家から追い出して、一票入れられないようにする。お金を配りたいよねっていう人を減らすっていうのをやらないと、残念ながら減税っていうのはできないんですけど、でもそこでなんか税調会長が悪いよねとか財務省が悪いよねって言ってる限り、本来お金を配りたい側の人たちっていうのは、バレてねえや、どんどん増やそうぜって言って、政府予算はずっと増え続けるっていう構造になってます。石破首相が辞任表明しました。今後の総裁選についてどう思ってますか？総裁選で、前回自民党の党員票でいくと、高市さんが多かったんですよね。一般的なイメージでいくと、小泉進次郎さんは、そんなに評価が高くない的なニュースを見たんですけど、うちの彼女が小泉進次郎さんのニュースを見て、こんなニュースあったよって言ってたんだけど、薄っぺらいとか、頭があまり良くない的な表現がメディアでされてたんですよね。
僕もその印象は持ってるんですよ、小泉進次郎さんに。小泉進次郎公文と呼ばれる、ループしてるだけで面白いけど、何も言ってないよね、みたいなのを言っちゃう人なんで、ただ頭悪くはないと思うんですよ。とはいえ、そういう風な印象を持ってるよねってなると思うんですけど、そのイメージがあるよねというのを、メディアが小泉進次郎さんが薄っぺらいという書き方をして、それを読者がそう思ってしまうっていう印象の植え付けをしてしまうっていうのって、僕これある種の名誉毀損じゃないかと思うんですよね。薄っぺらいと思われるような発言をしました。それを載せるんならいいんだけど、あの総裁候補薄っぺらいよねっていうのをメディアが流してしまって、具体的に小泉進次郎さんが何をしたかによって薄っぺらいと思われるんじゃなくて、新聞に薄っぺらいと書いてあったから薄っぺらい人なんだと印象を持ってしまったっていうのって、ただの侮辱じゃないですか。あれこれはちょっと印象操作的なものだから良くないんじゃないかなというふうに思うんですよ。ただ、進次郎さんが薄っぺらいかというふうに問われたら、僕も薄っぺらいこと言ってんなと思う時もあります。その表現が間違ってるか間違ってないかで言うと、きっと間違っていないとは思います。でも、それを書いちゃダメなんじゃないかなっていうふうに僕は思うと。党員票が多いっていうのと、論功行賞的に、前回石破首相が裏金議員とか統一教会系議員というのを排除したんですけど、裏金議員系とか統一教会議員というのは基本的に高市さんを応援しているので、そこら辺が高市さんで統一化されると、割と強いんじゃないかなっていうので、僕の予想は結構外れるので、僕の予想が結構外れる場合って、僕のなってほしいよねという感情が混じる場合によく外すんですよ。なのでね、今回は当たるんじゃないかなと思うんですけど、はい。新総裁が決まって一人の総裁の影響力はどこまでありますか？ちなみにこのくらい国の代表を一般投票などで決めてるの？フランスの場合は大統領制なので一般投票できます。アメリカの場合も大統領制なので一般投票できます。日本の場合は残念ながら自民党員と自民党の政治家で自民党総裁というのを決めて、自民党総裁が日本の首相になるという感じになってます。はい。一応その与党の一番偉い人、党首が総理大臣になるので、民主党が与党だった場合は民主党の党首が総理大臣になります。はい、で、一人の総裁の影響力はほぼないです。残念ながら今の世界はアメリカに右往左往コントロールされていて、日本人は今の日本を変えなければいけないと思ってる割合は過半数ではありません。なので今まで通りでちょっとずつ新進の国民民主党だったり維新だったり令和だったり参政党というのがちょっとずつ議席を伸ばすけど、でもやっぱり自民党、立憲民主党、公明が強いよね。公明党は下がるけどね。共産党も下がるかなっていう感じで、でも全体としてはあんまり変わらないよねっていう感じで、やることもあんまり変わらないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。